こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は副業について取り上げてみたいと思います。副業に関しては以前は禁止と考えられていましたが、2018年に事実上解禁となりました。また、その後新型コロナウイルス感染症の流行によってテレワークというのが急速に普及した関係で、今企業で問題になっているのが隠れ副業問題です。副業を届け出はしていない、もしくは届け出はしているが、テレワークによって目の届かないところで副業をしているといった状況、それが業務へ影響を生じている、そういった状況も出てきています。この副業に関して、是か非かといったところをですね、見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは副業の実態について見ていきたいと思います。企業側、どのくらいの企業が副業を認めているのか、どのくらいの方が副業をしているのかといった状況。ただですね、データには出てきませんけれど、今は隠れ副業と言われるものが増えてきていると言われております。そして副業を行う場合、労働者側は副業をしたい、企業側は副業をさせたくない、してもいいといった状況ではありますけれど、労使側、それぞれで副業に対する考え方、壁について見ていった上で、では企業が副業を禁止をしている場合、禁止ができるのかどうか、そしてその規定に違反をした場合、その従業員を解雇できるのかといったところも見ていった上で、やはり副業の労使の壁というのがありますので、ここの部分に関しては、今現在、労働基準法の改正項目に入ってきているところではあります。どのような内容が副業に関して検討されているのかというのを見た上で、では自社での副業の対応をどのようにしたらよいかというのを見ていきたいと思います。まずは副業の実態ですけれど、副業に関しては2018年、平成30年厚生労働省が公表しているモデル就業規則から副業禁止の規定が削除されたのをきっかけに、副業が事実上解禁というふうに言われております。そして民間企業の調査結果によりますけれど、2018年時点では副業を認めている企業は約半数でしたが、2025年の調査においては 64.3% の企業で副業を容認をしているという結果が出ております。そしてそれに伴いまして、副業の人材を受け入れる。やはりここに関しては人手不足というところもありますので、約3割の企業で副業人材を受け入れているという結果になっています。では、このような状況の中で、自社の中で副業をしている正社員はどのくらいいるのかというと、2018年時点では約10% でしたけれど、2025年の調査でも 11% とほとんど変わっていないという状況。ここに関しては、届け出が企業に必要だが、届け出をしていない、または一部しか届け出をしていないという方が約半数いるという調査結果が出てきており、ここに関しては企業が把握していない範囲で従業員が副業を行っている、いわゆる隠れ副業の実態が見えてくるという状況になっております。ではなぜこのような状況が起きるのかという副業を阻む壁、問題点について見ていきたいと思いますが、労働者側の意向としては、やはり副業することで所得を増やしていきたいという意向がある。最低賃金の引き上げ、継続的に行われておりますけれど、それ以上に物価の上昇もありまして、やはり手取りを増やしていきたい。また、自分自身の啓発、能力の向上のために副業を行いたいという人もいます。では、会社が副業を容認をしているから、会社に届け出をしているのかというと、そういうわけでもなく、やはり半数の方が届け出をしていない、一部未届けといった状況ではありますと、やはり却下される可能性があるから届け出をしていないという回答があります。なぜ却下をされるのかというと、やはり企業側の問題としては、副業をすることによって業務管理、そして労働時間の管理というのは困難、煩雑になってくるという問題点があります。
以前も別の動画ではご紹介はしておりますが、副業をする場合の業務管理、労働時間管理というのは厚生労働省で2つの方法が提示されています。1つ目は通算労働時間管理の方法と言われるもの。そしてもう一つは管理モデルによる方法と言われております。詳しくはですね、別の動画で確認をしてほしいと思いますが、いずれにしても少し煩雑になってくる関係で、どうしても企業としては副業を認めたくないという意向はあります。また、副業をすることで、そもそも自社の業務へ支障が出てくるのではないか、また、情報漏洩のリスクもあるのではないかといった問題点もあります。副業、いずれにしろ、届け出をするにしろ、未届けにしてもですね、どちらかとしても過重労働による健康被害の発生の可能性というのは否めないという状況。また、企業側としてもですね、やはり従業員が他社で副業をするにあたっても、安全配慮義務といったことで、副業中の事故において本業側でも責任を問われる可能性があるので、できれば知りたくない、関わりたくないという状況も見え隠れをしているという。また、そういった場合はですね、副業は雇用ではなくて非雇用である業務委託、また個人事業主でやってほしいという意向を示す会社もありますけれど、やはりですね、業務への支障、情報漏洩リスク、健康管理といった部分がありますので、ここはですね、雇用の形態を問わず、非雇用であっても管理の対象であると考えるべきだと考えております。では、こういった状況があるので、自社では副業を禁止をしたいという相談が、やはり依然、少なからず、あります。こういった状況の中で副業を全面的に禁止をすることは可能かというと、やはりここに関しては難しいと言わざるを得ない。ただしですね、全面的に禁止ではなく一部禁止ということで、正当な範囲内であれば、その範囲内での禁止が可能ということで、いわゆる正当な範囲はどういった内容かというと、業務へ大きな影響がある、また情報漏洩のリスクがある、協業と問題がある、こういったものであれば正当な理由として正当な範囲内での制限がかけることができると考えられています。ではですね、副業の禁止があった場合に、それに違反をした従業員、解雇ができるのかというと、事案によって一律に解雇ができる、できないと判断は難しいですけれど、可能性が高いものとしてはですね、業務時間中に副業をしているケース、そして副業の影響が本業に支障をきたしている。そして、協業他社で副業をしている。また、本業の社会的信用を低下させる。こういった場合はですね、やはり解雇の可能性もあるかと考えられています。ただですね、本業に支障をきたすケースなどに関しましては、やはり注意勧告、改善指導といったところの段階を踏む必要は、やはり当然あるかと思います。そういった形で改善指導をしていない、本業への影響が少ない、また会社が黙認をしていたなどの場合はですね、解雇というのは難しいと考えていただくと。こういった状況の中で今現在労働基準法の改正が進められておりますけれど、その項目の中に副業に関する内容が入っております。やはりですね、健康管理面と賃金計算面での折り合いというのが非常に難しいというところで、今議論の流れとしては、健康確保のために労働時間の通算把握は必須。そしてその上で賃金計算、賃金面に関しては事務負担を簡素化するという流れで議論が進んでいます。すなわち健康管理面に関しては、健康管理、長時間労働を把握する面から通算管理の重要性は高いと考えられておりますが、賃金計算面においては、割増賃金の通算を不要とする制度の見直し案というのは進められております。やはりですね、今現状通算副業に関してされるのは法定労働時間ですね。ここの部分と時間外、休日労働の合計100時間及び平均80時間。こういった部分は副業においても通算がされるという扱いになっておりますので、ここの部分の改正が検討をされているという状況になっています。そしてではですね、自社で副業
のどのような対応をしていっていいのかですけれど、まずは副業の実施について話しやすい、相談しやすい環境というのを整備をしてほしいと思います。その上で副業体制の整備ということで、就業規則の見直し、そして実務的な管理体制の強化を進めていってほしいと思います。例えばですね、ログ管理、パソコン等ですね、そういった部分の管理を強化をする。ただしですね、プライバシーの配慮は必要。また、成果物、そして業務報告の精査を行っていく。また、労使ともにコンプライアンス研修を実施するというのも重要かと思います。また、労働者側、副業をしたい理由に関して手取りを増やしたいという理由なのであれば、賃上げですとか給与体系の見直し、能力向上というのであれば、リスキリングなど、非直接業務に関する研修の実施、これらを行うにあたっては、助成金の活用なども良いかと思います。そしてですね、外国人雇用をしている会社に関しては、副業自体が資格外活動に該当した場合は罪に問われる可能性があります。そして外国人雇用している従業員だけではなく雇用主も不法就労助長罪に問われるリスクがありますので注意をしてください。こういった中でですね、自社、様々な人が働く中で業種、規模様々かと思います。自社でどのように検討していったらいいのか、問題点はあるのかなどにつきましては、専門家にご相談いただければと思います。まずは相談の上、情報収集が第一歩だと考えています。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っています。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。